はい、皆さんこんにちは。今日はね、ちょっと山に来てるんですが、作業の動画ではなくてですね、皆さんもサムネ見ていただいていると思うので、わかると思うんですけれども、この度ですね、ちょっと私のことなんですが、詐欺に遭いました。で、詐欺はですね、まだ今継続中なんですけれども、なんで YouTube で詐欺にあったかっていうのをね、ちょっと説明したいと思います。これはね、私個人的な、被害なので、皆さんにはね、特段関係のないことなんですけれども、こういうね、事案もあるということで、やはりね、広めておかないと同じような被害にね、遭う方が出てくると思いますんで、いくら YouTube とはいえども、私 YouTuber が YouTube で詐欺被害に遭ったと。いうことで、本当に恥ずかしい限りなんですけれども、そのいきさつとかをね、ちょっと説明の方をしていきたいと思います。大きな流れとしましては、私がいつもチャンネル登録をしてね、見させていただいているアメリカの YouTuber さんがいます。私ね、バイクとかもやるもので、オフロードバイクとかね、レストアしたりとかね、整備したりしますけれども、そのね、オフロードバイクとかのレストアとか、カスタムとかですね。そういったものをしてる、かなり有名な YouTuber さんがいます。アメリカのね。何十万人と、視聴者さんがついてるんですけども、私もね、毎回見させてもらって、それを勉強にして、自分も同じような感じで、バイクの整備とかね、修理とか、してるわけなんですけれども、いわゆる私の、バイクに関することで言えば、師匠というふうに言わせていただいた方がいいのかなという、見本になる方ですね。うん。で、とても尊敬している方なんですが、で、その方はね、実際に詐欺に加担してませんでした。はい。簡単に言いますと、その YouTuber さんは、たまにですね、視聴者プレゼントやります。これはね、嘘ではなくて、私も毎回ね、動画見てるんでわかるんですけども、年に何回かね、YouTuber さんがパソコンで、多分、そのチャンネル登録者ですかね、とかをルーレットに回すんですよね。で、当たった人に、この部品だったりとか、用品をね、プレゼントしますということでやってます。それはね、私も毎回見てるので、それは、多分嘘ではないと思います。本当にね、渡してると思います。で、今回はね、私たまたま一回だけ、その YouTuber の、動画にね、コメントをしたんですね。私あまりコメントしないんですけども、たまたまね、コメントしました。で、その YouTuber さんは基本的にはね、あんまり返信は返さないような感じです。読みましたよっていうね、ハートマークつけたりはしますけれども、返信はね、たまにしかしてないと思いますね。何十万人もね、視聴者さんがついてたらそうなると思うんですけれども、で、私がコメントしたのにもですね、基本的には返信は返さない、ちゃんと読みましたよっていうね、マークがつくんですけれども、で、何日か後にね、何日だったかな、3日4日後ぐらいにね、返信が来たんです。で、内容的には、あなたは、プレゼント、私の商品の、最終選考者に選ばれましたよということで、連絡をくださいということで、メッセージが来ました。コメントにね、返信が来ました。それはね、その YouTuber さんの、サブアカウントなんですかね。サブアカの方から連絡来ました。その時点でね、ちょっと、なんか本当なのかなっていうのはあったんですけれども、それで、連絡をくれというので、連絡をしました。で、その連絡方法はですね、今、ちょうどね、話題になっているテレグラムですね。うん。アメリカなのでね、普通のメッセージやり取りがなかなかできないもので、世界的に使えるテレグラムを、使ってるんですね。ちょっと私もね、登録したことがないので、ちょっと登録するのにね、戸惑ったんですけれども、連絡をくれというので、それに登録して、
本人のアカウントにね、教えてもらったその公式アカウントに連絡をしました。で、そうしましたらですね、ちゃんと返信が来まして、ようこそオフィシャル、アカウントにっていうことで、挨拶をしていただいて、あなたはその最終選考者にね、選ばれましたよということで、で、ちょっとね、私も相手が英語なもので、私はね、英語の翻訳アプリを使って、相手が言ってることをね、翻訳して聞いて、私がこっちからメッセージをね、送信する際も翻訳アプリを使って英語で送信しますので、意味がね、ちょっとわかんない時があるんですね。いくら翻訳アプリって言っても、言い回しとかがちょっと違うだけで全然違う文章になるっていう。使ったことがある方はわかると思うんですけども、何個かの翻訳アプリを使って、それをね、訳して、で、こういう意味なんだなっていうふうに理解をして、私からもね、返すようにしてます。で、問題はですね、最初は本人からのやり取りでした、ちゃんと。で、私のチャンネルに関して何か教えてくださいっていうことなので、おそらくちゃんと自分のね、チャンネルを見て評価してくれてるのかなっていうのを確認してるのかなと思って、私はそれに対してね、返信をしたわけですね。いつも見させていただいて、お手本としてね、同じような感じで、見させていただいてますよということで、ね、いつも勉強させてもらってますって感じで、送りました。で、そしたらですね、なんと、私はあなたをこのプレゼントの勝者に選びました。ということで、メッセージ来たんですね。まさかなと思ったんですけれども、選んでくれたんであれば私はとても嬉しいですし、最終選考者って言っても、その方のコメントの返信を見ると、間違いなく何十人には同じコメントを送ってます。連絡をくださいと。最終選考者に選ばれましたと。で、みんなから連絡が来てると思うんですけども、その中で私が選ばれましたということで、私はあなたを、勝者、当選者として選びましたということで、連絡が来ました。ちょっとね、その時点で信じるか信じないかというと、私はね、いつも見させていただいてる、尊敬してるね、方なので、信じざるを得ないということで、それはね、ありがたく、いただくことに、しました。商品内容はですね、ちょっとここでは言えないんですけども、大体価値としては、3000ドルになりますね。3000ドル相当の、商品を私に無料で送ってくれると、いう約束になりました。で、その方がね、視聴者プレゼントをね、何回かやってるのを私も見てますし、これは本当なんだなと思ったわけですね、その時は。で、言われたのが、商品を発送するために、私は、送料の半額を負担します。なので、半額を出してくださいと。それはしょうがないな。日本だし、ね、遠いしね、お金がかかるし、向こうがね、全額を負担するっていう、あれもないので、半分ずつ出すんだなということで、そういう仕組みなんだなと思って、私はそれに対して理解をして、相手が、表を出してきたんですね。いろんなね、世界的に発送できる業者さんがいますよね。で、ここならいくら、ここならいくら、ここならいくらということで、好きなのを選んでくださいということで、私は選びました。ちょっと安いやつね。で、そちらで、じゃあ半額はいくらだから、これを入金してくれということで、入金しました。で、入金したのはですね、最初は、私も使ってるペイパルっていう決済方法ですね。ペイパルね、利用されている方もいらっしゃると思いますけども、ペイパルでね、その半額の送料を振り込みました。私はね、もうてっきりそれで終わりだと思ったんです。で、ここからが悪夢の始まりで、結局はですね、結論から言うと、その方は、多分その時からか、その日からかわかんないですけども、病院に入院したようです。もともとね、病気でね、入院したり退院したり繰り返している方で、で、またちょっとね、入院したみたいです。それは後から知りました。で、ずっと連絡が続いてたんですけれども、で、結局途中からですね、その人の公式アカウントが、
ハッキングされたんですね。私が途中から取引をしてた相手が、詐欺師だったということになります。結論から言うと。で、どういう請求のされ方をされたかというと、まず送料の半額を払いました。で、アメリカから、運送会社が発送して、通常は日本に直送されます。で、日本の税関によって、関税がかかって、そこから、発送されるという、私もね、何回か個人輸入してますんで、その流れはしてたんですが、アメリカからっていうのはね、ちょっと初めてだったんですけども、なぜかわかんないですけども、アメリカから北マリアナ島、ね、日本とアメリカの間にある北マリアナ島に、到着して、そこの税関で関税がかかると言われました。その時点でなんで北マリアナ島に経由するのかなって、もうわかんないんですけども、言われたのはしょうがないので、で、私は送料の半額を支払ってたので、もうそれで終わりだと思ったんですが、まず、そこから関税がかかると。これ当たり前なんですけども、関税が何百ドルかかりますと。それを払ってください。それも私が負担するのかと思って、しょうがないなと思ったんですけども、おそらくその時は、もう詐欺師です、相手は。YouTuber ね、私が思ってた本人ではなくて詐欺師です。で、しょうがないなと思って、関税がかかるのはもちろん知ってましたので、ちょっと高いなと思いましたけども、物が大きいですしね、価値もやっぱそれなりにあるものなので、関税もそれなりにかかってきます。っていうのは理解してたので、何百ドルと請求されたものを支払いました。日本円で言うとね、もう何万円単位ですね。で、次に請求されたのはですね、関税を支払うのに、ちょっとね、海外送金ですんで、送金が遅れたんです。で、最初はペーパル使ってたんですけども、相手がなぜかペーパルをもう使えなくなったと言い出して、じゃあ何で支払うんだと聞いたら、ビットコインで支払ってくれと。仮想通貨ですね。で、ビットコインで支払う。そんなの聞いたことないなと思ったんですけども、海外送金で言えば、ペーパルまたは、仮想通貨で払うっていうのが、一番安くて、確実なところなんですが、あんまりね、ちょっと海外の人からね、仮想通貨で払ってくれと言われても、なかなかね、ちょっと抵抗ありますよね。日本人同士ではないですしね。仮想通貨って、一回支払ったら終わりなんですよ。もう完全に取り返すことができない。で、相手に渡ってしまったら、もう取り返すことは確実に不可能です。で、ビットコインで支払ってくれと、言われたので、しょうがなく、ビットコインで支払いました。何百ドル分の、その、関税ね。ただ、それは、支払うべき日から、もう、一週間までいかないですけども、なんだかんだやり取りをして、私も、そのビットコインの送金する準備でね、いろいろ入金したりとかで何日間かかかったので、なぜか遅延金がかかるって言われました。かかった分の日にちかける10%、関税の10%が毎日かかる。で、それが何日分だから、それもね、何百ドルっていう、何万円単位ですよね。関税に対して、遅延金の方がね、多少は安かったんですけども、でもね、同じようなくらいの金額が取られてますね。うん。で、そこまではこっちも納得はしてないですけど、毎日何%ずつね、10% だったかなずつ取られるって言われちゃうと、やっぱり、こっちもね、毎日何万円ってかかってくるとさすがに困るので、支払いましたよ。ビットコインで。関税と、その後に遅延金を請求されたので、遅延金を支払いました。で、さすがにそれで終わりだろうと思ったら、なぜか、また送料を払ってくれと。で、相手のね、YouTuber さんがね、半額を払って、私が半額を払った、その送料は、なぜか日本までの送料じゃないんですね。その北マリアナ島までの送料。その時点で意味がわかんないんですけども。ということで、北マリアナ島から日本までの送料が何百ドルかかると
まあ、ふざけるなとなりますよね。こっちはもう払ってるし、遅延金も払って、関税も払って、さらに送料を請求するのかと。まあ、いろいろやり取りをしたんですけれども、まあ、結局ね、また送料、払いましたよ。何百ドル。まあね、4、5万円ぐらいしますね。うん。それをね、払わせられました。もうその時点で私はね、まあ、40%ぐらいはね、詐欺じゃないかっていうふうに確信してましたね。まあでもね、相手はね、私が尊敬する YouTuber ですし、相手に迷惑をかけるわけにもいかない。で、相手が代わりに支払ってくれる。私は、相手の口座にビットコインで支払って、相手が、それを配送業者に支払うと。まあ、その時点でもね、ちょっと怪しいかなと思ったんですが、まあ、迷惑をかけるわけにもいかないしね。払いましたよ、それも。うん。で、それに対しても、ちょっと遅れたんですね、日にちが。で、まあ、若干日本時間で1時間とかね、夜中の1時とかね、になっちゃうと、また次の日って計算されて遅延金が1日増えるわけですよ。で、それに対しても、また遅延金を支払わせられます。はい。送料と遅延金。まあね、これはね、ほんと参りましたね。もうその時点でね、かなりね、もう精神的にやられてます、私は。さすがに終わりだろうと思ったんです。そしたらね、次は何を請求されたかというと、保険税、保険金がかかると。で、アメリカからの輸出するものに関しては全て保険がかかると。だから保険金を支払ってくれと。はって思いますよね。保険金日本だったら保険金は任意ですし、貨物に対する保険をかけるかかけないかは、その人次第で、強制的な保険金かかるなんて聞いたことがないぞと。何回もそれでやり取りをしたんですね。で、そのやり取りをしたのは、その運送会社です。とやり取りをしてて、そっちからね、メールが来たんですね。もう北マリアナ島に渡ってからは、その北マリアナ島のその運送会社から、E メールで私に来ました。ね。で、その担当者とやり取りをしてたんですが、まあ、送料を払って、関税も払ってね。で、遅延金も払ってね。で、次は、保険金かと。ふざけるなと。保険金は任意だと。私もね、日本のその運送会社の代理店に確認しました。いや、そんな話はありえない。で、うちの会社ではもちろん、保険は任意だと。かけるかかけないか本人次第。強制なんてありえないって言われました。それを言ったんですがね、相手が言うことでは、アメリカから出るものはもうアメリカの、まあ法令にのっとって全てに強制保険がかけられると。で、私はその YouTuber にも確認したんです。まあもうその時はすでに詐欺師に変わってますけども、そしたら、あなたは何を言ってるんだと。アメリカから出るものに関しては保険は必ず支払わなきゃならない。早く支払ってくれ。また遅延金がかかるぞと言われました。まあその時点でね、私はね、50% くらいにね上がってましたよ。詐欺師だなこいつらと思って。まあそれもね、結局払わないとまた遅延金が毎日 10% とか 15% かかるぞって言われるので、まあしょうがなくね、それも払いましたよ。それが一番高かったかな。保険金ですよ。保険金なんでこんな高いのかなってね、6万以上取られましたよ。うん。まあしょうがないから、相手に迷惑をかけるわけにもいかないし、払いましたよ。ビットコインで。うん。で、そしたらですね、ようやく発送されたんです。で、発送先は日本の鹿児島。日本の鹿児島の、当社の倉庫に、あなたの荷物は配送されました。ああ、ようやく日本に来たかと。じゃあ、あと配達を待つだけだなと思って。で、次に来た連絡はですね、あなたは配達者と連絡を取ってくれと。何と思ったんですが、普通日本ならね、勝手に家に配達されて終わりですよね。お金も全部払ってるし。あとね、待つだけ。ただ次に配送者、配達人と連絡を取ってくれ。っ
で、その配達人っていうのが、その運送会社の下請け業者さんらしいんですね。で、その下請け業者と連絡を取って、それもテレグラムで、テレグラムでメッセージを送ってくれと。そしたらですね、その配達者から言われたのはですね、まず、配達員料を払ってくれと。なんじゃそりゃと。配達員料ってもう私は送料を払ってるぞと。なんだその配達員料はと。で、その大元のね、運送会社、私にメールを送ってきたね、運送会社さんにも、聞きました。配達員料ってなんだ請求されたぞと。私は送料あなたに支払いましたよと。でも言われましたよ。配達料は、私が払った送料は、北マリアナ島から日本までの送料だと。そっからは配達者が配達するんだから、その配達者に配達員料を支払わなければいけない。ふざけるなと。なんだそれは。日本ではありえないですよね。送料を払ったらもう家から家まで届くと。で、アメリカから日本に来るのにはそんなにお金がかかるのかと。もう私はね、アメリカから輸入したことがないのでね。ただもうその時点で何十万いってるわけですよ。ありえないですよね。うん。ただね、配達員料を払わないと届かないので、しょうがなくそれも払いましたよ。ビットコインで。いや、高かったですね。配達員料ね、3万円以上取られましたね。送料の他にね。で、さすがにもうこれで家に来るだろうと。したら、あなたの荷物は明日の9時までに配達するように予約されましたと。おお、じゃあ届けてくれるんだなと。次の言葉はこれですよ。あなたはサービス料を払わなければいけない。いやいや、待てよと。なんだそのサービス料って。で、そのサービス料って何なんだと。その大元のね、運送会社、あとはね、その私がやり取りしてた、YouTuber の方にもね、聞きましたよ。サービス料請求されたんだけど、どういうことだと。もうその時点では詐欺師に変わってますからね。もちろん言葉巧みに言ってくるわけですよ。で、運送会社の人ももう詐欺師の一味ですんで、で、言われましたよ。何言ってるんだあなたは。サービス料を払わないと届けられないぞ。当たり前だぞ、そんなのって。いやいや、日本ではそんなのありえないぞ。いや、ここはアメリカだと。アメリカの運送会社だと。いやー、もう本当にね、もうその時点で私はね、精神的にかなりね、ストレスが溜まってね、もうやばかったですね。うん。もう手がね、震えそうになってましたね。でも、それもね、サービス料を支払わないと、また毎日 15% ずつ加算されるから注意してくださいと。いや、ふざけるなと。サービス料がね、高いのよ。なんで配達料よりサービス料が高いのかって5万円以上ですよ、日本円で。意味がわかんない。でもね、しょうがない。もうここまで何十万も払って、パーにするわけにもいかないから、サービス料支払いましたよ。ビットコインで。でね、さすがにこれはないと思って、私のね、おばさんがね、昔何十年ってアメリカに住んでたんですよ。今日本にいますけどね、近くで。で、聞いてみたんですね。アメリカの運送会社でそんなサービス料なんて取るの？いやいや、そんなのありえないよ。何サービス料って。だからサービス料って何のことって聞いたら、いや、そんなサービス料なんて聞いたことない。日本と同じで送料さえ払えばちゃんと家まで届くよって。何そのサービス料詐欺じゃないのって。いや、それは詐欺ですよね。私も詐欺だと思ってるんだけどっていう話をしたら、それじゃあ、アメリカに私の友達の家族がいるから聞いてみてあげるよって言われましたので、じゃあお願いしますってことで、そしたらね、1時間ぐらいしてからかな連絡来て、なんかね、それ詐欺みたいだよって言われました。って。だって、アメリカの運送会社で、そんな遅延金とかサービス料なんて取らないよって聞いたことないってその友達も言ってたよ。だからそれはね、詐欺だよって言われたよって、やられたかと思って、私もね、もうその時点では 90% 以上詐欺だと思ってたんですけども、まんまとね、言葉巧みにね、誘導してくるんですよね。で、今度支払わないとね、15% ずつ毎日遅延金が加算されると。で、それで焦らせてすぐに入金させると。こういった手口ですよ。
次に私が取った行動は、もうこれはしょうがない。もう詐欺にあったと思われるから警察に相談しようと。で、警察署に電話してね。で、その日の夜に仕事終わってから行きましたよ。で、担当の刑事さんは、全部話を聞いてメモを取って、事細かくね、何ドル支払って、この日に何ドル支払ってということで、総額なんぼだということで、時系列もね、全部話をしました。で、話はね、確かに全部聞いてもらったんですが、刑事さんが言いたいのは一言だけ。詐欺にあった場合は、基本的にはお金は戻らないと思ってくださいと。それはね、私ももうその日のうちに覚悟してましたんで、お金は戻らないもんだなと。それはもうね、分かってました。それでね、そこで被害届を出すか出さないかは、あなた次第です。ただ、被害届を出しても、現状を、私にね、何か代わりがあるかとなると、おそらく代わりはないでしょうと。どういうことかっていうと、日本の警察はアメリカに対して捜査権を持ってませんので、相手が外国人の場合は、日本の警察がアメリカに行って捜査することもできないし、その人と取り締まることもできないので、相手が日本人であればね、場所を突き止めてね、アカウントをね、探したりして突き止めて、犯人を逮捕することは可能だけども、アメリカとかね、海外の場合は、それはできないと。なので、実質捜査は始まるけれども、最終的に、その人が犯人だと分かった時点で何もすることができないのが、現実だと。それ以前の問題で、その YouTube のアカウントをね、誰が使ってるとかっていうのを調べるにしても、Google とかにね、問い合わせをすると思うんですけども、日本の警察が、一警察がね、Google に、その人のアカウントの個人情報を教えてくれと問い合わせをしたところで、返事が返ってこないのが現実ですと。そりゃそうですよね。全国からおそらくそういう問い合わせが何十件何百件できてると思うんですよね。私だけじゃないのでね。なので、私はその日は被害届は出しませんでした。意味ないなと思ってね。どっちにしろお金戻ってこないし、捜査したところで、逮捕することもできないということで、変わらないですよね、実際は。なのでね、一応、納得して帰ってきましたよ。で、それがね、その時の時点では 100% 詐欺師だということは確定してません。私たちは詐欺だというふうに断定しましたし、警察官もこれは詐欺ですねと断定しました。けれども、実質ね、本当に 100% 詐欺かはどうかわかりません。ただ私の手元には荷物は届いてません。という状態が、今現在です。で、今日はね、ここまでにしたいと思うんですけれども、言いたいのはですね、やはり YouTube で、YouTuber 私がね、詐欺にあったと。これはね、本当にね、恥ずかしいことなんですけれども、皆さんも一緒です。YouTube で詐欺に遭わないと思ったら間違いです。ただ単にね、YouTube、Google アカウントを使ってコメントしたり、高評価したりね、チャンネル登録したり、それはね、もちろん詐欺に遭いませんよ。それはたくさんやっていただいてね、YouTuber さんもね、やっぱ喜びますし、私もね、コメントたくさんいただいたらやっぱ喜びます。100% 返すようにしてますしね。ただね、何十万人もいる YouTuber さんはね、さすがにコメントは全部返せませんので、コメントしても返ってこない場合もあると思いますけれども、コメントをしたりとか高評価をしたりとか、チャンネル登録をするのはまず詐欺には合わないです。ただ私みたいにコメントに何かが返信が来た場合に、返信ならいいんですよ。私も返信しますしね。返信であれば問題ないんですが、今回の私のように、例えば何か視聴者プレゼント当たりましたとか、警察の方にも言われましたよ。そういう風の何十万もかけて視聴者さんにプレゼントをしたところで、その YouTuber 本人に何の利益にもならないでしょ。そんなうまい話はないと思いますよって。そりゃそうだなと。でも私はね、その YouTuber が今まで視聴者プレゼントいろいろやってきたのを見てたので、それはね、もうその時点ではもう 100% 近く信用はしてたんですけどもね。
途中から詐欺師に多分変わったんですね。なので皆さんもね、YouTube 見ていただくのはとてもありがたいことですし、これからも見ていただきたいんですけれども、そういう詐欺にはね、私みたいな被害者を増やさないために私はこういうふうに配信をさせていただいたんですけれども、自分の恥を惜しんでね。なので、YouTube で詐欺に遭わないと思ったら、それは間違いです。私のようにね、詐欺に実際に遭う方もいます。これはね、作り話じゃないですよ。本当ですよ。私ね、先週ね、ほんとね、3日に1回 YouTube ね、動画アップしてるんですが、先週はさすがにね、アップできませんでしたね。1週間空けちゃいました。精神的にストレスが溜まっているのと、その相手とね、ずーっとやりとりをね、毎日何時間もやってまして、何百通とね、テレグラムを通してね、やりとりしてましたので、いやー、本当にね、精神的にね、ストレスがね、やばかったです。仕事もね、ほんと手がつかなかったですね。ちゃんとやってはいましたけれども、ずーっとそのことしか頭になく、いつになったら荷物が来るんだ。で、また請求が来るのかと。もうね、ヒヤヒヤしてね、仕事になりませんでしたよ。はい。ということで、今日はね、ここまでにしたいと思います。というのもですね、今まだ現在進行形で取引が続いてるんですね。で、その運送会社と、おそらく詐欺師と思われる方と、まだやり取りをしてます。警察の方にはね、こう言われました。もうね、そのテレグラムアカウント削除してくださいと。あなたがメッセージをやり取りしている限り、相手は確実に巧妙にあなたにまたお金を要求してきます。荷物は絶対届きません。なので、テレグラムは削除した方がいいです。ただあなたの自由なので、あなたがね、これ以上お金は必ず払わないから、相手にね、求めるものがあるんであれば、文句を言ったりね。そういうのがあれば、自由ですけどもという話で、基本的にはね、削除した方がいいですというふうに忠告は受けました。けどもね、私はね、ちょっとね、まだね、1% ぐらいの可能性は信じてるんですね。詐欺師じゃないんじゃないかと。だってそういうふうにするような人ではないんですよ。YouTube ね、私ずっと見てましたけどね。で、この続編はですね、後ほどちょっともし、解決といいますか進捗がありましたら動画の方をアップさせていただきたいと思うんですが、私もね、あんまりこんな自分の恥をね、全国に公表するのはね、あれですし、ちょっとね、デリケートな問題ですので、この動画がですね、YouTube で、再生回数がですね、上がりましたら、また次、それなりにね、興味を持って見てくださる方がいるんだということで、進捗の方ね、続編の方をアップしたいと思います。私の中ではね、できれば上げたくないですよ、こんな動画は。でもやっぱり皆さんにね、こういうのを広めることによって、私のような被害者がね、減るんじゃないかなということで、今現在進行形でね、同じような被害に遭っている方もいらっしゃるかと思いますし、まずね、今回の被害はおそらく私だけではないです。その詐欺師はね、おそらく、その人の YouTube アカウントを通して、何十人にも同じメッセージを送ってましたよ。あなたは最終選考者に選ばれました。連絡をくださいと。全く同じ内容で何十人にも送ってました。で、それを全部ね、全員から同じような金額を例えば何十人から取ったら、もう10人から取ったらね、450万円ですよね、日本円で。20人から取ったらいくらですか ?900 万円ですよ。その人によって違うと思います。私は日本なので、特にお金がかかっていると思いますよ。アメリカ国内でもおそらく被害者はいると思うんですけれども、そんな詐欺師がね、私一人から45万円を取ったところでリスクしかないですから、そんなことはしないと思うんですね。他にもおそらく被害者はたくさんいると思います。なので、この YouTube を見てね、私、それ合ってるっぽいなっていう方とかね、これから同じような案件があった場合は、一歩ね、ちょっと留まって、誰かに相談するなりね、していただいた方がいいと思います。私もね、警察の方に言われましたね。そこではね、最初に誰かに相談するべきだったと。
うちのね、奥さんにも言えなかったんですよね。なぜならね、うちの奥さんもね、その YouTuber のファンではないんですが、私がずっと前から見てるし、まあその奥さんもね、その YouTuber の動画とかね、たまに見たりしてまして、商品が届いたらびっくりさせようと思ってました。その人からこれが届いたぞと、どうだと、自慢してやろうかと思って言いませんでした。でもね、ずるずるそういうふうにね、俺は詐欺に遭ってるんじゃないかなと、うすうす感じてる上で余計言えなかったですね。なので、まあこういう結果になってね、今現在45万円、近く払ってます。で、まだ現在進行形で続いてますんで、まあ皆さんがね、この動画を見て、まあこういったね、啓発の意味で出してますんで、まあ、たくさんの方にね、見ていただければと思います。続編はね、ちょっと視聴回数ね、上がってくれば、ちょっと、興味ある方もたくさんいるのかなと思って、ちょっとアップしたいと思います。できればね、アップしたくないですよ、こんな動画は。ということで、今回はね、ここまでにしたいと思います。YouTuber が YouTube で詐欺にあったということで、笑えない話ですけれども、ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。